と数週間で日本のガソリンスタンドの価格表示が変わるかもしれないのだ。中東で今世界の LNG 供給の2割を担う施設がミサイルで破壊された。ガス価格は一夜にして 25% 跳ね上がり、英国の中央銀行は利下げどころか次の一手は利上げかもしれないと議論し始めたのだ。利上げの話まで出てきてるんですか？利下げを期待してたのに話が全然逆の方向に。2026年3月19日、イングランド銀行が金利を 3.75% に据え置くと発表したのだ。でも今日の動画が伝えたいのは、据え置いたという事実じゃないのだ。なぜ全員休任が珍しく全会一致になったのか、そしてこれが日本人の生活にどう直撃するのかを根っこから掘り下げていくのだ。全員一致って珍しいんですか？先輩、前回の会議で拝見が割れてたって聞きましたが。そう、すごく珍しいのだ。2月の会議では4人が利下げを主張して5人が据え置きという分裂状態だったのだ。それが今回、旧人全員が動かないで一致した。これが最後にあったのは2021年9月なのだ。つまり、それだけ状況が急変したということなのだ。その急変の引き金となったのが、カタールのラファン施設への攻撃なのだ。BBC によると、ここは世界の LNG 供給の実に5分の1を担う巨大施設なのだ。そこに複数のミサイルが直撃した。エコノミスト誌のコモディティ編集者は、これは数週間で復旧できるレベルじゃない。数ヶ月に及ぶ可能性がある。と BBC に語っているのだ。数ヶ月、それって相当長いですよね。しかも、カタールだけじゃなくてイランの施設も攻撃されてるんですよね。その通りなのだ。イスラエルがイランのソースパルス、ガスフィールドを攻撃。そしてイランがカタールのラファンに報復した。これで欧州のガス価格は中東危機が始まる前の水準と比べて、すでに2倍以上になっているのだ。BBC が報じた数字では、英国のガス価格は1サーム175ペンス、25% の急騰なのだ。ここで重要な歴史的文脈を挟むのだ。これは実は2022年のロシアのウクライナ侵攻直後の構造とそっくりなのだ。あの時も欧州派ロシアからのガス供給に過度に依存していて、供給が止まった途端にエネルギー価格が爆発的に上昇した。 BBC のヨーロッパ編集長は、ヨーロッパは学んだはずだったがまた同じ罠に落ちたと分析しているのだ。わかりやすく例えるとこういうことなのだ。ヨーロッパっていう家がある。2022年にガスの元栓を握ってたロシアに、もう売らないと言われた。慌てて別の供給元を確保したのだ。今度は中東から買うことにした。でも今、その中東が戦争になった。つまり、ガス価を払う相手を変えただけで、依存体質は変えていなかった、というわけなのだ。でも先輩、それって欧州の話ですよね。イングランド銀行が、利上げも視野、手とつながるんですか？ここが今日の核心なのだ。エネルギー価格が上がると何が起きるか、3段階で説明するのだ。まず第1段階。ガソリンや電気代が直接上がる。BBC によるとイングランド銀行はすでにガソリンスタンドで体感できると表現しているのだ。次に第2段階、企業のコストが上がる。運送、製造、農業、全部エネルギーを使う。そのコストは最終的に商品の値段に乗ってくるのだ。そして第3段階が怖いのだ。物価が上がると、労働者が給料を上げてくれと交渉する。これをインフレの二次的和給というのだ。イングランド銀行のベイリー総裁が特に心配しているのはここで、2022年のロシア侵攻の地のショックを経験した家庭や企業は、インフレに対してより敏感に反応するかもしれない、と述べているのだ。一度インフレを経験した人は、次のインフレに素早く備えようとするのだ。でも先輩、今の英国って賃金が下がってきてますよね。それでも利上げの話が出てくるのは矛盾してません？鋭い指摘なのだ。実際、英国の賃金上昇率は 3.8% と5年ぶりの低水準になったのだ。24都市以下の失業率は2015年以来最高で、約60万人が職を探しているのだ。本来なら、景気悪化防止のため利下げが必要なはずなのだ。でもそこに中東エネルギーショックが直撃した。つまりイングランド銀行は今、景気後退リスクと、インフレ再燃リスクという2つの爆弾を同時に抱えているのだ。まさにそこがジレンマなのだ。ガーディアン紙によると、イギリスの賃金上昇率は 3.8% と5年ぶりの低水準まで落ちたのだ。若者の失業率は2015年以来最高で、18、24として約60万人が仕事を探しているのだ。本来なら、景気が悪いから金利を下げるべき、なのだ。でも一方でエネルギー価格が爆発的に上がっている。
中央銀行は、さらに BBC とガーディアンでは、同じ状況への分析が微妙に違うのだ。BBC は、市場はすでに次の利上げを織り込み始めた、と未来予測を前面に出したのだ。一方でガーディアンは、賃金低下が頭痛の種を増やしている、と、現在の苦境を強調したのだ。両方読むと、方向性は同じでも温度感が異なるのだ。ズンダモンは、両方見てこそ本当。さて、ここで一度立ち止まるのだ。ヨーロッパはなぜ、また同じ罠にはまった、と BBC が指摘したのか、そして日本の私たちの財布に、具体的に何円の影響が出るのか、その衝撃的な数字は、続きで明かすのだ。改めて整理するのだ。中東でイランのガス田とカタールの LNG 施設が相互攻撃を受け、世界のガス供給の 20% が危機に。 BBC のヨーロッパ担当エディター、カーチャ・アドラーはこう書いたのだ。誓ったはずだった。変わると約束した。でも私たちはまたここにいる。と、2022年にロシアのウクライナ侵攻でエネルギー危機を経験したヨーロッパは、二度とこんな目に遭わない。と宣言した。でも4年後の今日、全く同じことが起きているのだ。正直、聞いてて怖くなってきました。学習しないというか、構造的に変えられない何かがあるんでしょうか？ズバリ言うのだ。構造的な問題があるのだ。BBC によると、EU はロシアのガスからの脱却を急いだ結果、ここで大事な話をするのだ。日本への影響の話なのだ。日本は LNG の輸入量が世界トップクラスなのだ。その輸入先の約1割がカタールなのだ。ラファンが数ヶ月間停止すれば、スポット市場での LNG 価格はさらに上昇する。その結果、都市ガス会社と電力会社のコストが増大し、私たちの請求書に直撃するのだ。では具体的な数字で計算するのだ。ガス価格が今の水準で2、3月続いた場合、日本の一般家庭の都市ガス価は月あたり500、800円程度の値上がりが想定されるのだ。電気代への反映は遅れてくるため、夏の電気代で追加1500円の上昇もあり得るのだ。つまり光熱費だけで年間に3万円の負担増。これが日本への直撃なのだ。さらにちょっと待ってください。私、思うんですけど、日本って省エネ技術でかなり進んでいますよね。むしろこういう危機が、脱会し燃料を加速させる紬の言う通りなのだ。実はこれは歴史的に繰り返されているパターンなのだ。1973年の大一継オイルショックで日本は省エネ技術を急加速させ、自動車や家電の省エネ性能で世界トップに躍り出たのだ。2011年の東日本大震災の地のエネルギー危機も、太陽光普及の爆発的な起点になったのだ。今回の危機も、長期で見れば、エネルギー自立への圧力、として機能する可能性があるのだ。短期の痛みは本物だが、方向性、冒頭ではなしたガソリンスタンドの電光掲示板、覚えているかのだ。あれは単なる、今日の物価の話、じゃないのだ。中東で起きた軍事攻撃がカタールの LNG 施設を破壊し、ヨーロッパのガス市場を揺るがし、イギリスの中央銀行、ずんだもん先輩、正直聞きます。3月後、この状況はどうなっていると思いますか？ズンダモンの見立てを言うのだ。シナリオ A は、1月以内に停戦、緊張緩和。その場合、ガス価格は急落し、利上げ議論は消え、利下げ路線に戻る。シナリオ B は、紛争が長期化。その場合、ヨーロッパとイギリスはインフレが再加速し、日本でも光熱費が春から夏にかけて段階的に上がり続けるのだ。
今の軍事的な緊張の高まりを見ていると、シナリオ B が現実的に見えているのだ。だからこそ、個人レベルで今のうちに備え、個人レベルでできることは3つあるのだ。1つ目、固定料金プランへの電気、ガスの見直し。今日の動画はここまでなのだ。中東の軍事攻撃、LNG 供給危機、ガス 25% 急騰、BOI 入り上げ検討、日本の光熱費直撃という連鎖を、すんだもんなりに徹底的に掘り下げたのだ。この動画が役に立ったなら高評価とチャンネル登録をよろしくなのだ。次の動画では、この中東危機が円相場と日銀の政策にどう影響するかを解説する予定なのだ。お楽しみに。すんだもんでした。今日のまとめなのだ。中東紛争でカタール LNG 施設が被弾。英国ガス価格が 25% 急騰。イングランド銀行は2021年9月以来初の全会一致で金利据え置きを決定し、継ぎ張り上げという異例の議論まで浮上しているのだ。日本人も年間最大1万2000円のガソリン代増加という形でこの波を受ける可能性があるのだ。コメントで、A 収束、か、B 長期か、教えてほしいのだ。チャンネル登録と高評価も忘れずに、次回は中東紛争がサプライチェーンに与える影響について深掘りする予定なのだ。お楽しみに。